Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、今日はですね、前回に続いて私が大学生の時にしていたアルバイトの話をしていきたいと思います。はい。で、同じ日に撮ってるんで洋服同じなんですけど、許してください。はい。みずきチャンネル登録お願いします。で、前回ですね、初めて、塾でアルバイトをしていましたっていう話をね、したかと思います。で、その次ですね、ちょっと軽くね、話したんですけど、その次はスシローでアルバイトをしていました。スシローは皆さん行ったことありますか？多分あれですよね、日本以外の国でもスシローがある場所があったかなと思うので、もしかしたらね、スシロー行ったことある人もいるんじゃないかなと思うので、もしね、行ったことがあるよっていう人はね、コメントで教えてください。はい。で、そう、今日もね、カジュアルに話していくんで、皆さんリラックスして気軽に聞いてってくださいね。はい。そう。で、初めて塾でアルバイトをして、で、ちょっと掛け持ちで、スシローでもアルバイトを始めました。で、その後、そう、ちょっと前回話した通り、塾のバイトは辞めて、で、スシローだけで一時期働いていました。で、多分ね、そこも、どうだろうな、1年働いていないぐらい、1年ないぐらいだったかなと思います。ちょっとね、あんまり覚えてないんですけど、はい。で、そう、私ね、YouTube のチャンネルの背景をサーモンにしているぐらい、お寿司がね、大好きなんですよ。はい。なのでね、そう、私がスシローでアルバイトをしていたっていうのを聞いて、もしかしたら皆さんね、よかったねって思うかもしれないんですけど、はい。ね、いやー、なかなかね、大変で、結構忙しいアルバイトでしたね。うん。やっぱり、どの飲食店でバイトをしても、やっぱりね、お客さんが結構来る飲食店は、ね、どこも忙しいのかなとは思います。うん。はい。で、スシローで働いていたんですけど、ホールとキッチンっていうパートがあって、そう、キッチンの方はお寿司を作る方の仕事ですね。はい。で、ホールっていうパートが、接客の方ですね。お客さんと話したりですとか、接客メインのお仕事なんで、お客さんが来たら、まずそう、お席に案内しますね。最近はそう、結構機械化が進んでいるので、もうスシロー行ってもタッチパネルで受付をして、で、席の番号が紙で印刷されて、もうそれを見て自分で席に行くっていうスタイルが結構最近はね、あるんですけど、そう。でも私が働いていた時は、まだ人間がやっていたので、そう。なんでお客さんが来たら、お席にまず案内して、お客さんが食べ終わったら、お会計しますよね。それでお会計をして、お会計もそうですね。最近はまたそこも機械化が進んでいるので、人が入らずに、もうお客さん自分でね、機械でお会計して帰っていくっていうことが多いんですけど、その時はまだね、人がやってましたんで、お会計も、やって、で、そうお客さんが食べ終わった後ですね、お皿とか、お寿司のお皿とかを片付けて、で、テーブル掃除して、醤油とか元に戻してっていうところでしたね。はい。そんな感じですね。ホールなんで、そうお客さんと関わる仕事がメインのパートをやっていました。はい。伝わったか不安なんですけど、大丈夫でしたかね？はい。いつも、特に話すことを、書いてなくて、なるべく自然な感じで話そうかなって思っているので、ちょっとね、わかりづらいところもあるかもしれないんですけど、すいません。はい。そう。で、やっぱりね、お寿司めちゃめちゃ好きなんで、お客さんがあまりいない
ちょっと暇な時間とかに私は何をやっていたかというと、まあね、掃除とかもしてたんですけど、それでも暇な時はお寿司のメニューをずっと見てました。はい。今季節限定のお寿司これ美味しそうだなとか、サイドメニューこれも美味しそうだなとか、サーモンいいな食べたいなとかそう、お寿司のメニューを見て時間を潰していました。はい。っていうぐらいね、お寿司が大好きだったんで、忙しくても結構頑張れていたんですけど、そこもね、そう1年しないぐらいでやめました。はい。その理由が、まあちょっと、その当時はブラックに近かったというか、そういうところがありましたね。うん。最近はね、きっと改善されたりとか、機械化とか進んでるんで、そんなことないのかなってね、思うんですけど、まあちょっとね、わかんないんですけど、そう、その時は、機械化とかもあまり進んでなかったんで、結構そう忙しくて、例えば、めちゃめちゃ忙しい時期、お正月の近くの時期とかにもうめちゃめちゃお客さんが来ていたんですよね。はい。で、その時に、やっぱりね、入れる人、できれば仕事入ってくださいっていうので言われて、で、そう、1日、なんかもう12時間以上とか、アルバイトなんですけど、入っていた時があって、で、まあね、それはいいと思うんですけど、ちょっとね、休憩のバランスがね、悪かったんですよね。はい。例えばまあ、12時間だったら、5時間働いて、1時間休憩して、で、まあ、あともう6時間とか、もう一回休憩があるとか、そんなぐらいがいいんじゃないかなと思うんですけど、その時は、そう、確か、最初、なんだったかな、3時間 ?4 時間ぐらい働いて、で、休憩1時間して、で、最後また、そう、7時間ぶっ続けでバイトするみたいな。ちょっとね、そう、休憩のバランスが悪くて、だいぶね、疲れてたんですよね。はい。で、そう、一番ちょっとやばかった時に、スシローでドリンクもホールの人が作ってたんですけど、リンゴジュースの瓶を開けようと思って、リンゴジュースの瓶をこうやって持ったと思ったら、多分疲れすぎて力が入ってなくて、よいしょって思ったら持てていなくて、そのまま床に瓶パーン落ちてしまって、パリーンって割れて、リンゴジュースね、床にびしゃびしゃになっちゃったんですよね。はい。で、ちょっともう、しんどいなーって思ってしまって、うん。で、あとはなんだろうな、その最初入った時の店長さん結構優しかったんですけど、その次に新しく変わった店長さんが結構怖かったりして、そう。で、ちょっとね、お寿司大好きなんですけど、もうちょっとアルバイトはいいかなーって、食べる専門に戻ろうかなっていうので、そう、スシローも辞めました。はい。で、スシローで辞めた理由はそんな感じでした。はい。で、これね、5分ぐらいで終わるかなと思ってたんですけど、また結構ね、喋っちゃいましたね。はい、そんな感じです。で、スシローを辞めた後に、まあやっぱりね、大学生で勉強もするんですけど、遊びたいんで、お金欲しいじゃないですか。そう。だから、スシロー辞めた後に、またアルバイト探して、今度ね、家の近くのうどん屋さんでバイトを始めたんですよ。はい。ちょっとその話はまた次回しますね。っていう感じで、大学生2つ目のアルバイト、スシローで働いていました。っていうお話でした。はい。はい。よかったらこちらもね、コメントお待ちしております。皆さんのアルバイトの話もぜひ教えてください。はい。そしていつも通りですね、またよかったらプレプリのレッスンもやってますのでよろしくお願いします。はい。そしてもしとてもお優しい方がいらっしゃいましたら、バイミーやコーヒーで私に飲み物をおごってください。お願いします。はい。それじゃあ皆さんまた次回お会いしましょう。またね。See you later. バイバーイ。